ごちそうさまチャンネルは男子おつまみかぶの白和えでございます。おせち料理食べて3日ぐらいからだんだん味の濃いものとか食べてまた胃が疲れるわけですよ。にやっぱりこういうねあっさりしてるようなんだけどやっぱり練りごましっかり効いてるんでしっかりしてるんですよ。あっさりしててしっかりしてる。これがねちょうどいいんじゃないかなと思いますですね。いただきます。美味しいね。今日のごちそうさまチャンネルは男子おつまみかぶの白和えでございます。まだ正月明けて間もなくなので、栗原家に限った話ですけどお正月料理おせち料理食べてちょっとあっさりしてるんで3日ぐらいからだんだん味の濃いものとかこってりしたものを食べてちょっと小休止のタイミングでございますね今ね。というわけでかぶの白和え今かぶも時期的に美味しいですし非常に安く手に入りやすいので、今日はねレモンサワーですけど熱燗などもよろしいんじゃなかろうかということで今日このレシピです。まず材料紹介ですね。かぶ今日はちっちゃいですね小かぶ普通の大きいのでも問題なくできるんですけどその時カットのサイズだけちょっと気をつけていただいてそれからお豆腐水切りしてある状態です。であれば柚子なかったらなしでも大丈夫です。調味料がお醤油お砂糖、みりん白練りごまです。でお塩少々っていう感じですかね。まず豆腐なんですけどこういう風にキッチンペーパーくるんで今日半丁分なんですけどちょっとこういう重めのものでこういう風に重しをかけておくと水抜けやすいのでこれで30分から1時間ぐらい置いといた方がきれいに水抜けると思いますんでそれだけちょっと気をつけてください。じゃあかぶを切っていきます。緑色の部分スレスレで落としかぶはね煮てもよし生でもよし焼いても美味しいですからね。で皮むいていきます。はい、皮むけたらこれスライスしていきます。このぐらいですね。このぐらいの薄さでよろしかろうと思いますです。さっきねカメラマンさんが老眼の話してましたけどね僕もひどいんですね。薬の利面表記すぐ飲みたいのにみたいなとか僕ね裸眼で 2.0 なんですよ。昔はだって昼間にオリオン座見えましたからね。それ本当ですか？嘘ですよ。かぶ入れて、ここで塩をして、かぶの水を出していきます。はい、これで10分ぐらいですかね。かぶは水分多いんですぐ水分出てくると思います。水がひたひたに上がってきたらそれを絞ります。で今水切りした豆腐をすり鉢に入れてこれで潰していきます。すりこぎ小せえな。でするとでちょっと粗めにはなるんですけどすり鉢なかったらボウルとかでこう丁寧に潰していけば、ほぼ似たような衣にはなりますけど滑らかさがやっぱりちょっとないですね。この滑らかさなんですけど、好みもあります。今回レシピに関しては結構すっちゃって滑らかにしちゃってトロトロの和え衣にした方がいいかなと思いますね。かぶに食感があるので。でここに調味料入れていきます。まずお醤油それからお砂糖みりんから白練りごま。この練りごまが結構重要ですね。練りごまが入らないと練りごま自体にやっぱり油分もあるしコクもあるので結構淡白な白和えになりますね。なので僕は入れる方がおすすめです。混ぜていきます。このぐらいですかね。ちょっとプツプツは残ってるんですけど、このぐらいだったらいいと思いますね。はい、でここで味見しときます。食べた時にちょっと濃いかなぐらい素材自体に塩分があるのかないのかそれから、水分量どのぐらいあるのかってことをちょっと想像しながらちょっと濃いめに作った方がいいですね。なのでここちょっとだけお塩します。かぶがもう水分上がってきてるんで見えますかねこの水分。そしたらここにかぶ入れていきますね。で入れる時に塩だしなので水を絞ります。まだ結構出ますね。割としっかり絞っていいです。でこれ加えで和えていきます。もうちょっとかぶの量あってもいいかもしれないですね。盛り付けです。で柚子の皮あればですね。で完成です。
しっかりとたっぷりと和え衣をまとっていただきます。聞こえます？美味しいね。いやいいですよ。さっきも言ったようにお正月おせち料理で日本酒飲んでちょっと、淡白な感じに疲れて3日目ぐらいからこってりしたものを食べながらまた胃が疲れるわけですよ。にやっぱりこういうねちょっとあっさりしてるようなんだけどやっぱり練りごましっかり効いてるんでしっかりしてるんですよ。あっさりしててしっかりしてる。これがねちょうどいいんじゃないかなと思いますですね。今日かぶでやりましたけど他の好きな食材で同じように生だったら塩出しして食材によってはちょっとボイルしたりしてほうれん草とか小松菜とかでもいいですし、大根とかでもできますね。好きな食材でこの和え衣試してみてください。ごちそうさまでした。